今回はヒートガンで加工したヘッドの削りと、あとアイホールのパテ盛りをしていこうと思います。ウィッグつけた方が輪郭の変化が分かりやすいかなと思います。かなりですね、ここ細くなってるんで、メンズっぽくいいかどうかっていうと別なんですけど、女性っぽさの膨らみっていうのはかなり抑えられてるかなと思います。前回原神を作って思ったんですけど、輪郭を角張らせるともっとメンズっぽくなるんで、この顎の下ですね、ここを削るのと、あとこの顎の下のラインですね、ちょっと膨らんでるんですけど、少しへこましてあげると男っぽいラインになるかなっていうのと、あとここのエラの部分はそんなに大丈夫かなと思いました。あと口の部分ですね、ここがちょっとですね、これ好みによってくるんですけど、もう少し薄くして低くした方がいいかなと思うので、それをやるっていうところがまず削りの部分ですね。あとアイホールをですね、やっぱりこういう細い感じにして、最近ですと私の幸せな結婚に出てくる工藤清香っぽいこう細い目をちょっとチャレンジしようかなと思ってるんで、そこら辺ですね、やっていこうと思います。じゃあルーターでガリッとですね、削ります。ここが少し真っ平らになってる感じですね。こっち微妙にこの部分が膨らんでる感じだと思うんですけど、こう見ると分かると思うんですけど、ここがかなり削れてると思います。こんなに削る必要はないかもしれないんですが、角張ったシャープな輪郭を作りたいんで、ちょっと頑張ってみました。今度鼻の部分ですね。ここの部分をちょっと削ってみたいと思います。あと顎をですね、ここをへこますと顎がこう出てるって感じですが、した方がメンズっぽいので、そこも合わせてちょっとやっていこうと思います。上顎のところ、これを平たくしたんですけど、あんまり削るとちょっとバランス悪いかなと思ったんで、そのまま一応残してあります。顎の下は少し削ってですね、こうくぼんでるというかえぐれてる感じを出してるんですけど、どうでしょうか。唇は薄くしてあります。もう少しですね、横に広げようかなと思うんですけど、他のカットとかのバランスを見てちょっと調整していこうと思います。次にですね、やらなくてもいいんですけど、ほっぺたですかね。ここら辺削って平らに、こっち側ですね、平らにして、バランス見て左右削っていくみたいなことをやっていこうと思います。ほっぺたをカットした後なんですけど、気持ちですね、こちらの方がフラット、こちらがここら辺まだ膨らみがある感じ。もう少しこういったところも削っていいかなと思うんですけど、あんまり削ると裏面の境目が出てきちゃうんで、それだったら柔らかくしてへこました方がいいかなと思うので、削りはこんなもんですね。鼻のラインはアイホールをパテ盛りしたところでもう一回様子を見ようと思うので、反対側同じようにカットして表面をきれいにしてですね、次はパテ盛りしていきたいと思います。次は首の穴を調整しようと思うんですけど、こちら加工したものと比べると結構ここの細さが変わってますよね。でこれをつけた時に変かどうかっていうところで加工するかどうかを決めればいいと思うんですけど、こんな感じ。ちょっと浮いてる感がありますね。多分根元まで刺さってないのかな。じゃあ元の未加工のものをつなげてみるとどうかっていうと、やっぱりすっぽりはまってますよね。じゃあせっかくなので今回はこれを浮いた感じがないように少し穴を広げてみましょうか。ソフビを削ると表面処理がめんどくさいんで、あんまり削らない方がいいと思うんですけど、せっかくなんでね、ちょっとやってみようと思います。
この加工は初めてなんで少しおしゃべりしながらやろうと思うんですが、ナイフで削って、そうですね、ナイフで一旦大まかに削った方がこれ良さそうですね。意外とルーターって時間かかるんですよね。ここら辺ですよね、主に。で、ナイフだとこういうくぼんでるところはあんまり削りづらいんですよね。だからルーター使いたいんですけど、彫刻刀とかがあればいいのかな。彫刻刀ないんだよな。ダメだ。ガリガリいってみましょう。ここら辺のソフビは分厚いのでそんな心配することはないと思うんですけど、あんまり削りすぎると貫通しちゃうんで、注意点はそこだけですかね。くぼんでるので後々の表面処理が結構大変な気がします。ソフビを削ると元のこうツルツル感っていうところまで戻すのって難しいんですよね。そこが難点かなと。それも踏まえてこの径が細くならないようにヒートガンで加工すればいいんでしょうけど、ただその方策はちょっと見つかってないんで、また研究してですね、そういうのも合わせてやっていこうかなと思います。はい、これくらいでどうでしょう。さっきよりだいぶ良くなったんですけど、ここが入ってないっぽく見えるんですけど、この部分を結構削ってるので、首のこの根元まで見えちゃってるから、奥まで入ってない感があるんですけど、こんなもんで良さそうですね。この裏をきれいにして表面をきれいにしようと思うので、ちょっとですね、きれいにしますね。あと、顎の裏をこうすぼめたので、こう縦線が入ってちょっとお尻っぽく見えてるんで、ここを電熱ペンでくっつけて境目がないようにちょっと加工します。この部分はヤスリで削ってもまあいいとは思うんですけど、溝が深いのでヤスリだとちょっと大変かなと思うので電熱ペンを使うんですけど、電熱ペンない方はまあほっとくっていうのもありかもしれないですね。では一旦この状態で表面処理を確定しようと思うんですね。なんでかっていうと、ここのアイホールを掘って削った時にこっちの方が綺麗じゃないと、そのパテ盛りした時とこっちのまた表面処理がぶつかって、汚くなったら嫌だなと思うので、一旦ですね表面処理しちゃいます。で今回使うのは V カラーシンナーとメラニンスポンジです。これは簡単で、メラニンスポンジにこの V カラーシンナーをこうたくさん吸わせてですね、ジョリジョリジョリって削りながらきれいにしていくっていう感じで、これかなり表面処理楽になるのでおすすめなんですけど、ソフビ特有のこうケバケバ感っていうんですか、それをなくすのにこれをやればですね、ほぼ一発で解決すると。あとソフビを若干溶かすのでですね、多少の凹凸、まあ大きな凹凸はあんまりダメなんですけど、多少の凹凸はこれで、潰れて平たくなってくれるんで、これいいですね。ただとっても臭いので、換気とかですね、ご家族の方に迷惑かかんないようにしないと大クレームになる可能性があるんですけど、メラニンスポンジなんでこうやってボロボロカスが出るんですけど、それはちょっとやりづらい点なんですが、この状態で10分ぐらい乾かしてからアイホールのパテ盛りをしてみたいと思います。このヘッドはアイホールクローズタイプなので、パテ盛りをする前にアイホールを開けたいと思います。
詳しいやり方は他の動画があるんですけど、この境目にデザインナイフを突っ込んでこうぐるーっと一周すればできるので、慣れるとですねすごい簡単です。値段も500円ぐらいですかね。安いんでお得ですし、余ったアイホールのこの削りカスはソフビ盛りにも使えるので、一石三鳥ぐらいですね。2丁か。標準のアイをつけるときはあんまり必要ないんですけども、このカボションとか碁石アイを使った場合って表面のこの球体がないので、これをつけるとですねちょっと浮いた感じになっちゃうんですよ。この浮いた感じをなくすには、裏のこの削ったところの出っ張りを削ってですね、平たくしておくといいんですけど、一応何のアイをつけるかわかんないんで、裏ちょっと削っておきます。で削るにはこういうアイサイザーとかですね、ルーターとかでもいいと思うんですけども、これでグリグリグリっと削ります。私が使ってるアイサイザーは 24mm のアイサイザー、一番大きいやつですかね、確かですね。これで綺麗にしておきます。続いてレジン盛りしていくんですけども、レジン盛りする前にこのレジン盛りする面を少しですねヤスリで削った方が食いつきっていうんですか、レジンが剥がれにくいみたいなことなので、一応やっています。ちょっと試したことがあって、ヤスリで削った場合とヤスリで削んない場合どれだけ違うかっていうのあんまり変わんなかったんですよね。やり方が悪いのかもしれません。アイホールのレジン盛りをするときは、アイホールを裏側から当ててですねレジン盛りしてた方が効率がいいので、このアイホールにですねラップをつけて、こういう感じでやります。で毎回つけたり外したりするとめんどくさいんで、両目つけてブルタックでちょっとこれ固定します。じゃあ持ってきます。こちらが爆誕岩さんから販売されている爆誕パテですね。私が持っているのはセミフォアのタイプなんで、ヘッドと同じ色でございます。これをこんな感じでごっそり持っていくんですけど、アイホールを裏に当ててるのでタレとかですね気にしないので、すごい作業効率いいですね。でどんなアイにするかっていうと、こう細い感じですね。ペンズなんで目を上気味にしてやろうと思うので、この下まぶたの方にもパテを持ってきます。ある程度持ってから形を削るっていうやり方をするので、まずはですね、適当に持ってきます。だいたい60秒ぐらいですかね。照射すると固まる感じですね。60秒当てなくてもいいと思うんですけど、硬化不良を起こさないためにもあんまり厚盛りせずに薄く何度かですね重ねて塗っていった方がいいと思います。では一旦これでですね、形を整えてもう一回盛るか盛らないかっていうのを確認してみたいと思います。多分裏はレジンがあんまり固まってないんで、よいしょ、 LED 照射。じゃあ一旦ナイフでですね大まかな形を整えて、どんな目を作るか
どんな目のイメージにするかっていうのを決めます。これは適当です。男の子だとここが長い方が男っぽい感じがするんですよね。前回の剣心作った時もそうなんですけど、ちょっとこうアイホールの上目なんですかね。アニメキャラとかだと意外と目が細いっていうんですか、小さいっていうんですか、顔の面積に比べるとちっちゃいんで、それをドールと同じにしたら変かどうかっていうのは、変じゃないと思うんですけど、こんな感じで削ったんですけど、なんかですね、微妙になんかちょっと違うんで、第三者に見てもらったら、下まぶたがなんかこう、クマが張ってるみたいで変なんじゃないか。あと、目が腫れぼったいからなんじゃないかっていうことでですね、意見をもらったんで、ちょっと、ここら辺をですね、削って、この違和感が取れるかどうかっていうのを試してみたいと思います。はい、こんな風にできました。輪郭はこんな感じで結構細いですね。ほっぺたの膨らみとかも極力なくすようにしたんで、全体的にふっくら感がなくなってるかなと思います。鼻のラインも結構変えたんで、この出っ込み引っ込みが結構違うと思います。ほっぺたのこの膨らみもほぼっていうわけじゃないんですけど、結構ないですよね。アイホールは爆誕岩さんの爆誕パテを使ったんですけど、レジンなんですごい盛りやすくて加工しやすいのでいいですね。難点はこの境目が結構ですね、はっきりしちゃうんで、メイクをするとパステルとかが境目に残ってちょっとより境目がくっきりしちゃうんで、ここはメイクでカバーしていこうと思います。ヒートガンで結構形を作ってるので、あんまり無駄なカットをしなければ表面処理とか楽なので、めんどくさいなって思う人はヒートガンで形を整えてアイホールでパテ盛りみたいな感じのショートカットでもいいんじゃないかなと思います。で、次はこのヘッドをメイクしていこうと思いますので、またお楽しみにお待ちいただければと思います。いつも動画をご視聴くださいまして誠にありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。ではまたね。バイバーイ。